あの、森掛問題に関して、1億円の損害賠償という形で、赤木さんっていう、近畿財務局に勤めてた方の遺族の方が訴えるっていうのやつなんですけど、国側が任用という形で、1億1000万円分の損害賠償の全てを認めるっていうのをやって、赤木さんの勝利に終わったんですよね。で、僕、あれ、それを指名したのが誰かっていうと、100%岸田さんなんですけど、で、なんでそれを岸田さんが言ったのかっていうので、僕は安倍さんを牽制するためだと思ってるんですよ。要はこのまま裁判を続けていった結果、安倍さんが負けたって要は真実が明らかになりましたってなると、結局忖度して、安倍さんを守るために、公務員の方々が頑張りましたよねっていうのが答えとして出ちゃうと思うんですよね。アナホテルだったりとかにすげえ安い値段で講演会のパーティーやりましたっていうのも、それって安くできたっていうのは寄付に当たるんじゃねえのって話だったりとかっていうのなんですけど、で、森友学園問題にしても、結局安倍総理の奥さんが、森友学園っていうところに、割と深く仲良くしようとしていて、で、名誉校長かなんかだったりとかっていうのがあったりするので、なので、資料を深く探せば探すほど、安倍さんに忖度した結果だよねっていうのが分かっちゃうと思うんですよね。で、安倍さんが別に命令した、安倍元首相が別に命令したわけではないと思うんですけど、結果として安倍さんに忖度した人たちっていうのが、やらかしたよねっていうのが、その証拠と証言でできちゃうと思うんですよ。で、それが、結果としてそうなっちゃいましたってなると、でもそれ岸田さんのせいじゃないよね。で、安倍さん悪いよねで終わるんですけど、今回裁判をやめることで、真実が闇に葬られたんですけど、岸田さんはそのカードがいつでも使えるようになったんですよ。要は今世論としては、裁判を終わらせたのは良くないよねと。で、結局やっぱり真実は追求すべきだよねって世論になってるんですよね、メディアとか。で、その時に岸田さんって、いつでも分かりました。じゃあ真実を出しますっていうカードが出せるんですよ。で、その真実を出しますっていうカードを出されると困るのは安倍さんなんですよね。なので、安倍さんが岸田さんに対して嫌がらせをしようとした時に、じゃあもう森友問題の真実をすべてつまびらかにしますっていうカード出しちゃいますけど、いいですか安倍さんっていうのを岸田さんは言えるんですよ。で、その森友問題のカードって、麻生さんにも引っかかるんですよ。要は財務大臣だったので、その時に忖度したその省庁の職員のトップは麻生さんなんだから、麻生さんにも責任あるよねっていうのが言えるんですよね。で、自民党って、安倍首相の安倍派が90人ぐらいで、麻生さんのところの派閥が80人ぐらいかな。で、岸田さんの派閥が40人とかで、二階さんのところが50人みたいな感じで、なんで安倍さんと、麻生さんの派閥ってめっちゃでかいんですよ。で、もともと、安倍政権って、岸田さんを次期首相にするっていう形で進んでたんですよ。なので、安倍さんが、3選 ?4 選かなんかしたときに、岸田さんが自分で立つって言ったんだけど、じゃあ、次回は、要は安倍首相が、次回は、岸田首相にするから、だから今回降りてくれよって言われて、岸田さん降りたことがあるんですよ。要は次は岸田だよって言われてたから、じゃあ降りるわっつって岸田さん降りたのに、安倍さんって菅首相を首相にしちゃったんですよね。約束破って。っていうのがあって、多分、岸田ノートって言われてずっとメモしてるって言ってるんですけど、あの人酒飲まない人でずっとメモしてるんで、多分ずっと覚えてるんですよね。安倍首相にいつか仕返ししてやると。ただ、仕返ししてやりたいけど、別に敵対をする気はないと。なので、手駒として、その90人の議席の票っていうのを持った状態で、じゃあ、その岸田さんの思い通りにしないんだったら、安倍さんひどいことになりますよっていうカードと、で、麻生さんに対しても財務省をやらかしたっていうのを表に出しますよっていう両方のカードが手に入ったので、そういう意味で今回の任用っていうのは岸田さんにとってはすげえ便利なカードが手に入ったので、すげえ優秀なんじゃないかなと思ってるんですよね。で、その石原伸晃さんを起用した問題っていうのもあるんですけど、石原派っていうのが議員が8人いるんですよ。で、岸田派の議員っていうのが40人で、42人で、足すと50人になるんですよね。で、50人になると、二階派と並ぶんですよ。で、二階派を今潰そうって岸田さんがやってるので、なので、二階派を潰して、石原派を入れると、ちょうど100人ぐらいの派閥になって、実は自民党最大派閥になれるんですよ。で、その後、麻生派と安倍派を抑えるっていうのをやると、割と盤石な状態になるので、
なので僕、岸田さんって結構頭いいんじゃないかなと思ってるので、なので、盤石な方向に行くんじゃないかなと思ってます。で、あの、世論調査で政権の支持率が下がるじゃないかみたいなのを反論としている人がいるんですけど、支持率ってどうでもいいんですよ。要はその支持率が下がった時に、じゃあ俺が代わりに首相をやりますっていう人が自民党出てくると、じゃあこいつを下ろそうぜってなっちゃうんですよ。菅さんのパターン。要はその自民党内で、もう菅を下ろして別のやつやらせようぜってなると困るんですけど、岸田派が派閥の最大派閥になってて、その麻生さんの派閥と安倍さんの派閥が岸田さんに頭が上がらないっていう状態にしておくと、いくら政権の支持率が下がったとしても、じゃあ俺代わりにやるよって言ってくるのって、石田さんぐらいなんですよ。石破さんね。石破茂さんっていう、バシゲルさんって言ってるんですけど、ただ、バシゲルさん総理大臣にするのは絶対まずいって安倍さん思ってるので、結果として岸田さんの方がマシだよねっていう形で、岸田さん盤石っていうところを狙ってるんじゃないかなっていうのが僕の予想です。全部間違ってるかもしれません。